こんにちは、トラベルライターのゆりえです。今回なんですけど、ずっとリクエストをいただいていた自己紹介の動画を撮ってほしいっていう風に言われてたんですけど、なかなか機会がなくて、数ヶ月ぐらい前に2021年から始めていた YouTube が登録者数1万人を達成したということで、その記念に今回は自己紹介兼質問の動画を撮れればなと思っています。改めていつもご視聴いただきありがとうございます。インスタとかにも結構YouTube から飛んできてくれる方が多くて、質問だったりとかいろいろやり取りをしていく中で、いつもね、私のリアルのお友達とかにも言われるんですけど、 YouTube だったりとかインスタのフォロワーの方がとっても素敵な方が多くて、質問の仕方一つとってもすごい丁寧ですごいねっていう風によく言われるので、とても私も嬉しく思っています。こんな超絶一般人の私の質問コーナーとか需要があるのかと思ってちょっと後回しにしちゃった説はあるんですけど、すいません。せっかくリクエストいただいたのと、あと実際に質問募集したら結構いっぱいいただいたので、100個までなんとか厳選したのでどんどん答えていきたいと思うんですが、今回はね、自己紹介系の質問と、あと仕事関係、ライフスタイル、なんか恋愛だったりとか、人間関係についてだったりとか、あとはもうエルメスのことだったりとか、いろいろ広いジャンルの質問をいただいたので、一つずつ答えれる範囲で答えていきたいと思います。時間でもどれぐらいかかるかな。結構100個って結構ありますよね。なんか最初の方は結構一問一答でいけそうな質問だったんですけど、なんか人間関係だったりとか、あと仕事についてだったりとか、あとエルメスに関して結構一問一答で答えれないような質問も結構あったので、1時間超えそうだったら動画半分にしようかなと思ってます。とりあえず撮っていきます。1時間超えそうだったら後半はお酒を飲みたいと思います。というわけで、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。最初、じゃあ基礎情報編からいきたいと思います。1個目です。ゆりえさんの人生について知りたいです。前職とか出身とかということで、簡単にじゃあここで自己紹介をしていきたいと思います。1990年の12月11日生まれで、生まれたのは宮崎です。で、育ったのは名古屋です。高校までは名古屋にいたんですけど、大学から東京に上京しました。そうで、就職もそのまま東京でして結婚するんですけど、でそのまま、夫が海外赴任になってしまったので、仕事を辞めて中国に3年ぐらいかな、3年ちょっと、住んでました。中国の深センという香港のお隣の陸続きでつながっている都市なんですけど、そうだからよく香港に遊びに行ったりとか、あと渡航回数がすごい多い理由ってそれなんですけど、その後ですね、アメリカにそのまま、移動になったんですけど、でビザを取るのにすごいその時期時間がかかって1年ぐらい日本にいたかな。でその後アメリカに引っ越しました。それが2021年なので、この YouTube を始めたタイミングでアメリカに、引っ越してきました。でもうすぐ4年とか経つのかな。あっという間ですね。じゃあ2つ目、年齢は先日12月11日で35歳になりました。3つ目は MBTI はなんだっけ、起業家みたいなやつ、 ESTP のなんか T っていう方でした。次、出身地は先ほどもちょっと出てきたんですけど、宮崎です。九州の宮崎で生まれて、育ちは名古屋です。5つ目、学生時代のエピソードを教えてください。学生時代か、小中がほぼ記憶がなくて、で高校からは愛知の私立に行っていて、国際コースっていう英語特化型のクラスがあるコースに行ってました。大学からは東京に行って、普通に4大卒業したんですけど、3年生の時に1年だけ休学をしてアメリカに留学してました。ボストンとニューヨークで、勉強していて、
ボストンの時はほとんどもう超ガリ勉みたいな感じで勉強しかしてなくて、ニューヨークに引っ越してからなんですけど、もともとファッションに興味があったので、FIT っていうファッション系の大学があるんですけど、ニューヨークファッション工科大学かな、そこに語学学校と並行してダブルスクールみたいな感じで通ってました。確か2年とかちゃんと通わないと学位はもらえないので、学位は取ってないんですけど、サティフィケーションコースみたいなのがあって、それを受けてました。だから5年かけて大学卒業してます。で、大学時代はテニスサークルに入ってました。そんな感じかな、学生時代のエピソードは。はい、次6つ目、どんな音楽を聴きますか？めっちゃいろいろ聞くんですけど、私は結構ミーハーなので US ヒットチャートが大体主に聴いてるジャンルです。あと EDM も聞くし、ブラックピンクとかも聞くし、 Spotify でなんか今年一番聴いた歌みたいなの出てくるじゃないですか。あれで、一番だったのはベンソン・ブーンだったかな。彼の歌が好きで、結構最近というか一時期めっちゃ聴いてました。今も聴いてますけど、一時期すごい聴いてた時期があったので、それが1位でした。はい、次、好きな映画とドラマ。映画難しいな。マーベル系が結構好きで、ほとんど映画は結構見てます。ドラマまでは手出してないんですけど、映画はほとんど結構見ていて、アベンジャーズのシリーズだったりとかは特に大好きです。で、一番好きなのがマイティー・ソーとガーディアン・オブ・ギャラクシーの、映画が好きかな。あとね、ドラマは結構見てきたんですけど、一番リピしてみたのはセックス&ザ・シティ。8番、推しはいますか？推しってなんだろう。ブラックピンクは推しに入るのかな。箱推しですけど、応援してるアイドルとかでいうとブラックピンクかなと思います。次、9番、好きな食べ物はお寿司、ラーメン、あとなんだろう、ホルモン系、特にミノの塩のミノが好きです。10個目、好きなお酒は何でも基本的に飲むんですけど、1杯選んでって言われたら、あればシャンパンかな。普段家で飲んでるのは焼酎、芋焼酎のソーダ割りかハイボールが多いです。11個目、好きな寿司ネタ、アジ、ウニ、あと貝類が好きです。12個目、好きなタイプを知りたいです。好きなタイプってこれ異性なのかな。異性だったらなんか見た目は結構ゴリラとかクマとかごつい系っていうのかなが好きで、性格はなんだろう、感情の起伏があんまりない穏やかな人が好きかな。誠実で嘘つかないとかは絶対マストだし、あとこれなんか意外って言われるんですけど、 SNS とか全然やってないですみたいな人が好きかも。アカウントがあるのはいいんですけど、私が結構そういうのを仕事でやったりとかするので、ほぼやってませんみたいな、見る線ですみたいな人が結構好きになりがちかもしれないです。動物好きな人がいいかな。私が動物好きなので、実家のワンちゃんだったりとかに会った時に一緒に触れ合ってくれるような人がいいなと思っていました。ずっとそんな感じかな。13個目、1日の睡眠時間は結構バラバラで、割とショートスリーパーでも生きていけるタイプなんですけど、時差ボケとかすると平気で10時間とか寝たりするので、でも平均すると大体5時間6時間。14番、最近嬉しかったこと。最近嬉しかったことなんだろう。お誕生日旅行でニューヨークに連れてってもらったんですけど、それが嬉しかったかな。15個目、人生一番の失敗はなんだろう。一番の失敗、いや、いっぱいあるからな。物をなくしたりだとか、あと飛行機乗れなかったりとかっていうのは結構あります。この間で言うと、羽田からサンフランシスコに行くフライトに乗れなくて終了したみたいなことはありました。人生一番っていうとでもそっち系が多いかな。16個目、日々の生活の中で何に幸せを感じますか？難しい。なんかすごい深い質問。これ考えたことなかったんですけど、なんだろう。これがなんか日々の生活なのかわからないけど、旅行とか出張から帰ってきて家のベッドでなんか寝る瞬間だったりとかは結構幸せを感じます。次、17個目、苦手なことってありますか？これどういうことだろう。特技の反対ってことかな。だと待つこと。めちゃくちゃ私せっかちなので待つことが苦手です。18個目、イメージできないのですがコンプレックスはありますか？コンプレックスいっぱいあります。
美容医療だったりとかメイクとかで隠せるものを隠すし、例えばもうどうしようもないところはもう受け入れてるかな。例えば足が短いとかそういうのはもう諦めちゃってるかも、割と。なるべく長く見えるように写真を撮ろうとかは頑張ってます。次が、ライフスタイル編です。19個目。渡米したきっかけは、夫の転勤です。夫がアメリカ勤務になったので、それについてきたっていう感じですね。要は駐在員の奥さんっていうのかなのジャンルに一応、カテゴリー的にはそれに入ってます。20個目。アメリカか日本どっちが好きですか？アメリカかな。一長一短あるけど、今はアメリカかな。理由はいろいろあるけど、なんだろうな、一番大きいのはなんか人の目、他人の目を過剰に気にせずに済むようになった。それは留学した時とかにも感じてたんですけど、例えばおばさんだからミニスカートはちょっととか、あと太ってるからこの服はダメとか、痩せてないといけないみたいな、そういう圧力は今生きてる上ではあんまり日本よりは感じないかなというふうに思います。なんかジャッジされる瞬間が少ないっていうのはアメリカがいいなと思う理由の一つだし、あとは家族に対してのなんて言うんだろうな、こう家族の単位を大事にした文化だなというふうに思うので、なんかそういう文化は素敵だなというふうに思ってます。で、21個目。住んでるのはマンションですか？アメリカだとアパートって言うんですけど、日本で言うとマンションみたいなくくりのお家に住んでます。タウンハウスって言って、なんかこう、なんだろう、一軒家がこういっぱい建ってるようなお家もいいなと思いつつ、また今年引っ越さなきゃいけないので、またお家探しをしないとなと思ってるところです。22個目。いつか日本に帰りたいと思いますか？いつかは帰りたいかも。でも今はないかな。今は別にアメリカにいられるんだったらアメリカで過ごそうかなと思ってるところです。23個目。アメリカ生活はいつまでか決まっていますか？決まってない気がする。夫の仕事の都合なので、私も分からなくて、一応任期があってきたわけではないので、いつまでかは未定です。24個目。エルメス以外で好きなブランドがあれば教えてください。ハイブランドだったらシャネルが好きです。あとお洋服だと一番買ってるのはアロ、スポーツウェアだったりとかを結構置いてるアロだったりとか、あとはサンドロ、マージェだったりは結構着てるかな。25個目。ペットを飼う予定はありますか？飼いたいけど、私あんまり家に出張が多かったりとかでいないので、で夫も仕事が忙しいので、現実的に今飼うのはちょっと難しいかな。かわいそうかなと思ってます。なんかいつかね、実家の柴犬を飼ってる、実家で柴犬飼ってるんですけど、なんかその子のすごい遠い親戚とかをどっかでお迎えできたらなって思ってるんですけど、まあなかなかね、今はちょっと考えてないです。26個目。自炊しますか？もしあれば得意料理教えてください。自炊ね、苦手なんですけど、アメリカは物価が高すぎるので仕方なく自炊をしています。で、得意料理というか鍋をめっちゃ作ります。あと辛ラーメンもよく作るし、あとね、豚汁は結構なんか好評でリクエストされることが多いので、豚汁は得意料理ということにしておきます。はい。27個目。休日何して過ごしてますか？休日はカリフォルニアにいるんだったらサンフランシスコに遊びに行ったりだったりとか、あとは平日自炊なので休日は結構外食したりとかすることもあるので、そういう感じで過ごしてます。はい、次28個目。海外ドラマ何見てますか？なんかさっきちょろっと言ったんですけど、海外ドラマは、一番見てたのは、SATC。あとちょっとジャンルが違うので言うと、キム・カーダシアンのファミリーのカーダシアンズっていうリアリティショーがめちゃくちゃ好きで、その今 Hulu でやってる前のやつもほとんど全部見ました。でもちょっとまたタイプが違うドラマだと、ブレイキングバッドとか、ウォーキングデッドだったりとか、あとはホームランド、あとスーツだったりとかも見たかな。結構割と海外ドラマはいろいろ見てます。次、29個目。ゆりえさん、家にいることってあるんですか？それね、めっちゃいろんな人に聞かれるんですよ。なんか普通に友達にも聞かれるし、編集月間みたいな感じでこう作業を
ぐっとこうまとめてやる月になるともう家からほとんど出ないです。去年はね多分200日とかいなかったかなっていう感じです。半分いるかいないかぐらいだと思います。次、30個目、何語でもいいです。語学の勉強法を知りたいです。30個目も似た感じだ。英語はどうやって習得しましたか？これ一緒に答えると、全然私の場合は結構留学してたとはいえ全然ブロークンイングリッシュっていう感じなんですけど、発音矯正に行きたいとは思ってます。勉強法ですよね。勉強法は留学してた時にめちゃくちゃ1年すごい勉強してて、文法だったりとか単語だったりとかは一通りそこでまた学び直して、でそれを大事なのって結局どうやって使うかだなと思って、そのファッションの、大学FIT に行った時とかが一番伸びたかなって思う理由が、英語を使って何かを学んだり、英語を使って何かをする、プロジェクトをするみたいな経験が一番伸びたなっていうふうに思うので、勉強をただこうするだけじゃなくて使う機会を作るっていうのは大事なんじゃないかなと思ってます。今でも全然わからない表現だったり単語だったり全然あるので、それに出会うと調べてどうやって使うのかだったりとかを見て実際に実践で使ってみるとかいうのはたまにやるようにはしてるかな。で、日本にいるとオンライン英会話とかで使うのが一番現実的なのかな。留学して日本に帰ってきてとにかくキープしないといけないと思ってすごいこう焦ってた時期があったんですけど、勉強は普通に継続してずっとやってるっていう感じですね。なんかこういう勉強っていうよりはこうなんか常にアップデートしていくみたいな感じで、新しく知った単語を実際に使う、表現を使うみたいな感じで、日本だと結構当時は2丁目とかによく行ってて、そこでなんかこう出会った外国の人が結構多かったので、そういう人たちと遊んだりだったりとか、なるべく話す機会を増やそうっていうのは一応気をつけてはいました。参考になるか分かりませんが、そんな感じで勉強は今でも続けてます。32個目、落ち込んだりする時ってありますか？ゆりえさんならどうしますか？落ち込むことは全然あるけど、でも落ち込む時はもうひたすら落ち込むかも。寝込むぐらい落ち込んで、なんか急にふとどうでもよくなるんですよね。なんかそうするとだいたいよく考えると落ち込んでる時って運動不足なことが多いので、運動するようにしてるかな。でそれで解決しない時はなんか結構人とすごい信頼できる人と話したりとかっていうことはするかな。全然落ち込むことはあります。普通に生きてて23個目、中妻さんだったと思うのですが公表してない理由ありますか？隠してるつもりは全然ないんですけど、肩書き的に私の発信する内容も中妻っていうよりは多分トラベル系だったりとかが多いので、一応肩書きはトラベルライターっていう風に言ってますけど、普通にでも駐在員の奥さんでお友達とかもいるし、なんだろうな、駐在員の奥さんだから仲良くしたいっていうよりは、その人として仲良くしたいと思ってもらえたら嬉しいなと思ってるから、あえて肩書きとかに中妻っていうのを私は入れてないっていうのはあるんですけど、全然だから隠してるわけでは全然ないです。わざわざ書いてないかなっていう感じです。24個目、スピリチュアルや占いは信じますか？信じてないかもたまにね、なんか占い、椎茸占いとか見たりはしますけど、エンタメとして見る感じかな。なんかスピなのかは知らないけど、やりたいことだったり叶えたいことがあるんだったら口に出した方がいいよだったりとか、なんだろうな、あと一つこう手放すと新しいいいものがこう自分に舞い込んでくるみたいな、なんかそういうのはスピリチュアルなのか知らないけど、そういう系はちょっと信じてるけど、がっつりスピリチュアル系だったりとかは一切信じてないです。はい、次25個目、今年買ってよかったものを教えてほしいです。ベストバイ動画をね、今年やりたかったんですけど時間がなかったじゃあ3つだけじゃあ紹介します。今年でもね、一番買ってよかったなって思うのはちょっと全部持ってきたんですけど、やっぱミニケリーミニケリーちゃんが一番買ってよかったかなと思ってるアイテムです。ずっと欲しかったっていうのはもちろんあるんですけど、
のね肩掛けが楽だなっていうことに気づいてしまって、で物入らないのでケリー25ももしかしたら使いやすいんじゃないかと思って気になってるところではあるんですけど、一番買ってよかったのはミニケリーです。あと日用品系で言うとこのね、これ無印の袋ボストンバッグなんですけど、これ今のサイズでこんなでかくなるんですよね。わかるか。でこれ結構マチもあるのでめちゃくちゃ入る、100リットルぐらい入るんじゃないかな。で新バージョンは中でこうやってちょっとこう黒いから分かりにくいんですけど、こんな感じで中で分かれてるんですよね。こっちサイドとこっちサイドに分かれて物を入れれて、こうパタッと閉めるとボストンバッグになるよっていうやつがあって、いつも旅行の時になるべく荷物を少なくして行って向こうで買ったものだったりとかをここに入れて持って帰ったりしてます。これが2つ目。あと3つ目はこれです。ロードの新しいリップケースなんですけど、これマグセーフバージョンが最近出たんですね。なので普通にこうつけられるんですけど、前のやつってこう形が決まってたので、形が決まっちゃってると機種変した時に困るんですよね。なのでこれすごい便利だなと思って、これは買ってよかったなと思ってるアイテムです。23個目、スマホケース何使ってますか？今ちょうどさっき紹介したんですけど、このロードのリップケースを使ってます。基本的にずっと最近はこれが発売されてからロードばっか使ってます。次37個目、使ってるカメラを教えてください。使ってるカメラは、DJI ポケットの3と、それは動画用、ブログ、Vlog 用です。で普通のカメラっていうか一眼、ミラーレスの一眼は旅の取材だったりとか、あとはちょっとこうフォーマルなところで写真を撮らなきゃいけない時にはそっちを使うんですけど、それは、機種はソニーの α7-3。次38個目、日本で必ず買って帰ってくるものはありますか？お出汁とか、あとは乾物系が多いかな。アオサとか、あとこの間ビオセボンで見つけた、持ってきたこれビオセボンで見つけたんですけど、これめちゃくちゃ美味しくて、これなんかアオサととろろ昆布とわかめとネギとか入ってて、でお味噌汁に入れるだけで美味しくなるよっていうやつなんですけど、こういうのとかを軽いのでいっぱい買って帰ってます、いつも。あとはユニクロとかかな。ユニクロはアメリカで買うと結構高いので、なるべく日本で買うようにしてます。39個目、一人まるまるどこまでいける？どうだろう。一人旅はもう全然余裕ですし、飲みも全然いけるでしょ。ラーメンもいけるし、ライブも全然一人で行ったことあります。40個目、旅とエルメスの資金はどこからでしょうか？エルメスは基本的に自分のコレクションに近いので自分で買ってます。あんまり人に買ってもらうっていうことはないかな。夫だったりとかに買ってもらうっていうことはなくて、基本的には自分の収入です。で旅は実はこれあんまり話してなくてっていうのが、アメリカのクレジットカードってすごいサインアップボーナスだったりとか、あとポイントがザクザク貯まるんですね。で多分それ日本より貯まりやすいんだと思うんですけど、それを使って旅することが多いです。で家賃とかも全部カードで払うし、もう全部カードに集約して、カードで貯めたポイントとマイルを使って旅するっていうことが多いかな。まあもちろん出張だったりとか取材だったりの時はクライアントさんに出してもらいますけど、自分たちのプライベートの旅行は去年はほとんどキャッシュあんま使ってないんじゃないかなって思うぐらい、ポイントやマイルを駆使して旅行をしてることが多いです実は。41個目、私もニューヨークが大好きですが、将来はニューヨークに住むことが目標ですか？ニューヨーク私も好きです。大好きだし、また住みたいなと思うこともあるんですけど、なんかこればっかりはビザの問題があるので、なんかあんまり最近はなんか実際にアメリカに引っ越してきちゃってからは絶対ニューヨークに住みたいみたいな気持ちはなくなっちゃったかなっていうか、なんかすごいハードル高いというか、なんて言うんだろうな、
レストランのチョイスだったりとかがもうちょっと多いエリアで、かつ車を運転しなくて済む場所だと個人的には嬉しいなと思うので、ニューヨークは確かにいいオプションかもしれないなとは思ってます。次から仕事系のお話になります。42個目、トラベルライターの職業に就いたきっかけが知りたいです。きっかけは中国に夫の仕事の都合でついていった時に、仕事辞めなきゃいけなくて、で、専業主婦になったんですね。で、私もともとめちゃくちゃ多動症というか、動いてないと落ち着かないっていうタイプなので、ちょっとそれが向いてなくて、あまり私には。で、自分で今できる範囲でできることってなんだろうって考えた時に、ブログを書いたりだったりとか、あとはインスタで発信をするだったりとかっていうのを、コツコツやってました。中国の生活情報だったりとかも結構載せたし、ブログもかなり量書いて、少し経ったあたりかな、2019年ぐらいかな、お友達にクラッシーとつないでいただいて、オンラインの方でトラベル系の記事を書かないかっていう話になりまして、ここからがスタートかな。でその後は他のメディアだったりとか、旅ミューズだったりとかもそうだし、あとは他にも単発でお仕事をいただいたりとか、写真を撮って納品するみたいなこともやってますし、いろいろだから今は幅広くやらせてもらってるんですけど、きっかけはお友達の紹介っていうのかな。で、編集部につないでもらったっていうのが一番大きなきっかけです。はい、次。これもちょっと近いから先に行こうか。43個目。どうやったらトラベルライターになれますか？私はさっき話したようにありがたいことに友達の紹介でキャリアを始めたんですけど、今でも多分たまに募集してるメディアとかってあると思うので、まずはそこに応募してみるっていうのが一つだと思います。で、そうなると、応募するときに絶対ポートフォリオになるものを提出してほしいというふうに言われることが多いので、というのもそれがないと判断ができないので、なので、他のメディアで書いたことがないのであれば、ポートフォリオとなるものを自分のブログだったりとか、一個温度メディアとして持っておくのは一つ大事なことなんじゃないかなと思ってます。ただぶっちゃけて言うと、トラベルライターだけで多分食べていくのって結構難しくて、普通の他のウェブライターの仕事と一緒にトラベルライターやってますだったりとか、フォトグラファーもやりながらトラベルライターもやってますとか、いろんな副業で始めるのが多分一番最初はいいんじゃないかなと思ってます。で、44個目。本業は何されてますか？これが本業っていうふうには決めてないんですけど、一応旅関連以外で言うと、ざっくり不動産関連だったりとか、あとは広報 PR 業の業務委託だったりとか、あとは投資関連っていうのかな、ビットコインやってみたり株やってみたりみたいないろんなとこから収入があります。本業って言われるとすごい困っちゃうんですけど、さっきもちょっと話したようにトラベルライターだけで稼ぐのは相当至難の技だと思うので、いろんなところに収入源を持って働いてます。でも多分今の時代ってそういう人の方が多いんじゃないのかな。特にアメリカだとそういう人が多いかなって思ったりします。次、45個目。 YouTube を始めたきっかけは、さっきちょっと話したようにアメリカ引っ越しをきっかけに始めました。なんで始めたかってあんま考えたことなかったんですけど、もうコロナ禍終盤ぐらいだったんですね、アメリカに引っ越したのって。もっと早く始めとけばよかったなっていうのは未だに思ってるところです。はい、次、46個目。フリーランスの働き方のメリットとデメリットを教えてください。メリットは自由に好きな場所で、好きな時間働けるのはいいなとは思いますけど、働いただけあと稼げるのもいいかなとは思います。ただデメリットは結構不安定ですよね。例えば急に契約切られるだったりとかいうことも全然あるし、やっぱり私はフリーランスで働く前は一部上場企業で働いてたので、そのギャップはすごい感じました。やっぱり今まではこの会社の後ろ盾があったからちゃんと対応してもらえたみたいなところも絶対あると思うし、やっぱりフリーランスってなるとその人個人、もちろんちゃんと対応してくれる方もいるけど、悔しい思いをしたこともいっぱいあります。働いた分だけ稼げるので境がなくなっちゃうというか、プライベートと仕事の境がなくなっちゃって、ちょっとそれで自分の中でも
バーンアウトじゃないけど、燃え尽きじゃないけど、こうそれで疲れちゃったりとかすることはあるので、そう来年はもうちょっとそういう区切りをちゃんとつけて働けたらなというふうに思ってます。次47個目、 PR やってない理由は。 PR やってないわけじゃないんですけど、ただPR やるんだったら自分が実際に使ってるものだったりとか、実際にいいなと思ったもの以外したくないので、結構断ってる案件がほとんどっていうのが正しいかも。なのでやってないわけじゃないんですけど、かなり商材が限られてくるっていう感じかな。48個目、転職の経験はありますか？あります。新卒で入社したのがファッション系のイベントに強い会社で、結構現場に行かなきゃいけない仕事だったんですけど、その現場で怪我をしてしまって、現場に行けないってなると仕事にならないし、このまま続けていくのかみたいな感じでちょっとこういろいろあり、その後広告代理店に転職しました。それぐらいかな。会社から会社の転職は1回だけ、そんな感じです。49個目、少し前に宅建の資格を取ったと話されていましたが、独学ですか？独学です。はい。しかも1ヶ月で取りました。1ヶ月で猛勉強して取ったんですけど、その代わりもう他の仕事は全部1回ストップして、1日10時間以上勉強して、30日間でだいたい250から300時間勉強の時間を取りました。だいたい多分それがラインだと思うんですね。その未経験者のラインがそれぐらいだと思うんですけど、でもこれ絶対一発で合格しないと多分私心が折れると思ったので、1ヶ月も勉強して取りました。で独学なんですけど、タックだっけかなんかの、資格の学校の教科書を買って一通り勉強して、でひたすら過去問みたいな感じで、わからないところの解説だったりとかは結構ね YouTube ですごいいいのがあって、花田行政書士だったかな確かの YouTube が解説がすっごいわかりやすかったので、彼の YouTube はめっちゃ見てました。50個目、 YouTube 見てますか？おすすめあれば知りたいです。 YouTube で毎回こう出るたびに見てるのはケミオくんとかは大好きで見てます。あとは上野有沙ちゃんとか、あと重旅さんとか世界旅行ちゃんも見てます。で海外の人だとどっちかというと、私はライフスタイル系の人だったりとかを見てて、ミシェル・チョイちゃんだったりとか、あとは香港のトラベルクリエイターのサム&ビクターっていうカップルでやってる YouTube がとてもなんか映像も綺麗なので大好きです。51個目、インスタ&YouTube 本当に大好きです。日々の楽しみですので末永く続けていただけると嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。今年はね割と、YouTube は週1から2ぐらいのペースで割とコツコツコンテンツを増やせたかなとは思ってるんですけど、去年とかはね結構途中で心折れて3ヶ月アップがないとかいうこともあったんですが、おかげさまで、今年はコンスタントに更新することができたので、来年もこのペースで更新できたらなと思っているので、引き続きよろしくお願いします。52個目、公開してるイメージないけどアンチや嫌な DM が来たことありますか？その時の対処法があれば教えてください。ありますよ。特に YouTube とかはんっていうコメントがたまに来たりします。どうしてるかっていうと、建設的な意見であれば全然この人アンチなのかなって思いながらも返信はします。だけど例えば外見に関することだったりとか、あとはなんだろう、話す価値のないような内容であれば私は普通に削除しちゃいますね。であとは誹謗中傷みたいなのをなんか昔あったりもしたんですけど、基本無視かな。だって反応が欲しくてやってるんでしょ。そう貴重な時間をでも私に割いてくれてありがとうって思いました。もはや大ファンみたいな。嫌いな人に時間を割くというその感覚が私には分からないので、でも普通に嫌な気持ちにはなりますよね。とはいえだから対処法っていうのは全部が全部嫌なコメントがアンチだとは思わないけど、建設的じゃない意見の交換とかでないのであれば基本削除無視でいいんじゃないかなというふうに思ってます。前半でもう30分ぐらいになっちゃったので、
一回動画を切って半分に分けたいと思います。後半の動画では、恋愛だったりとか、あとはエルメスだったりとか、旅行だったりとか、美容だったりとかの質問に答えていきたいと思うので、楽しみにしていてください。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。